疲れ様でした。お疲れ様でした。山崎と白州って日本のウイスキーですごいもう一番くらいに有名なイメージがあるんですけど、外国の人にしてもな、あれなんであんな人気なんですか？美味しいからもうあれだけ人気になる。そうだろ、世界中で認められたってことだよ、サントリーは。しかも100周年なわけだろ、100年も続いてやっぱいい現象を保持してるし、それをブレンドして、ブレンドバッティングじゃないけどこう、作ってやっぱ美味しいなと思うんだな。俺もやっぱ好きだからさ、特別感はすごくあるんじゃないかな。山崎と白州っていうのは何が違うんですか？何がっていうかどう違うんですか？どう違うか。結構なんか同格って言ったらあれですけど、同列にこう人気じゃないですか。そうだな。だからそのどういう風な違いがあるのかなと思って。わかんねえんだよ俺それ。一回飲んでみねえと。飲んでるんじゃないですか。いやちょっと今試してみたい。ちょっと全くわかんない。本当に山崎も拍手も目つぶったらどっちかわかんないかもしれない。飲んでみないとわかんないかもしれない。いやテイスティングってほどのことはできないけど、まあ美味しいか美味しくないかじゃないけど、まあ美味しいのは分かってんだけどな。じゃあ一応そういう体で飲ませてもらおうかな。飲まざるを得ないっていうかさ。本当飲みたいんですか？いや飲みたくない、もう帰りたいもん早く。一刻も早く家に帰りたい。飲みたそうだな。まあちょっとでも一応ほらそこまで言うんだったら飲んでみようかな。じゃあお願いします。しょうがねえやつだな。ちゃちゃっと作ってちゃちゃっと飲んで帰るからね俺。お願いします。時間ないんだけどさ。今日帰って何するんですか？カルボナーラ。分かる人には分かるやつですね。よし、ちょっとこれハイボールで飲んでみようかな。あれなんですか？ストレートとかロックじゃなくてハイボールで飲む。ハイボールだろう。そうなんですか？ハイボールだろいやなんかテイスティングといえばちょっといいウイスキーってやっぱりストレートとかロック。そんなことないんだよ。そうなんですか？みんななんかストレートじゃなきゃロックじゃなきゃなんて言うけど、こういうのはもうソーダ割で割って、もう水で割ってじゃないけど、俺はそういう方が好きだな。そうなんですか？おお、いい香りだね。もうここで香ってくるよ。どっちもいい香りなんだね、やっぱり。久しぶりだね。今週頭に飲んだっきりだもん。結構飲んでるな。そんな飲んでないよ。本当ですか？やっぱり自分で飲むよりお客様に出してあげたい、飲んでもらいたいなっていうさ。なかなか店にあるからってそんな簡単に飲めないじゃん。色は全然違うね。すっきり感があるっていうかね、白州の方が。よく言ったもんだよ、森香るハイボールなんてさ。こんな感じでしちゃおうかな。ピタッと一緒に飲んじゃおうかな。違う。まあそうだな、まず拍手からいこうかな。拍手から。はい。で今日も一日お疲れ様でした。皆さん本当すいません、こんな贅沢な作業。まず拍手いただきます。リゾス。なんだよこの香り。いただきます。うわしみるね。こんなに美味しいんだね、やっぱりね。次山崎12いただきます。チーズ。全然違うんだ。でも共通点がある、すごく。わあ、俺はやっぱ白州好きかな。でもやっぱり山崎も好きだな。順番に聞きたいんですけど、白州はどういった味がするんですか？
白州はねとってもすっきりしてる中に深みがあって、しかもちょっと少しだけピートまで言えないぐらいのピートがあるの。ピーティーとも言えない、でも、少しピートみたいな、でもこうアイラ島のウイスキーみたいな主張の強さみたいなないんだけど、ほんと絶妙なんだよな、味が。特にソーダ割りなんかに飲んだらもしかしたら際立たないような味をちょっと際立たせてくれてるかなってもあるんだけど、こんなのあっという間に飲んじゃうよ。ちょっとだけ取っていただくからな。ありがとうございます。うまいね。やっぱすごいよこいつら。こいつらすごいよ。山崎は、白州に対してどういう味？山崎やっぱちょっと少しチョコレート風味じゃないけど、甘さとか熟成感を感じるのは山崎のちょっと感じる。樽の良さもあると思うんだけど、でも深みで言ったら面白さはこっちの深みがあるんだよ。ただ単純に美味しいねってみんな言っちゃうのはこっちかもしれない。山崎山崎は日本最古のモルトウイスキーの蒸留所。そうだよ。なんですか？日本最古？そうかな。そうだな。なんか1923年創業っていうのをこの間見ました。100周年だな。そうかそうか。そうだな。でもいいね。すずもちょっと飲んでよ。ちょっと今一番美味しいかもしれない。お前溶けたあたりの薄い感じ、薄っぺらい感じのお前にぴったりかもしれない。いや、厚みのある人間にこれから薄っぺらいやつにはこれが薄っぺらいなんて言っちゃダメだな。ちょっと少し味が柔らかくなってる感じ。多分ちょっと白州よりまず山崎から飲んでごらん。もう今の俺のイメージがついちゃってるから。じゃなくて逆から言ってみる。山崎から。そうだろ。お前すぐなんか人の真似するとかあるからさ。山崎いただきます。分かりもしないこと言ってっから、どう思うか言ってごらん。わかりました。この後何のコメントもしづらいです。そうだな。いただきます。とにかく贅沢感が分かればいいよ。美味しいとかでいいの。もうこうでもないこうでもないとか、そんなこといらないんだよ、酒飲んだ時は。でも本当にうまいです。うまいよな。もううまいだけです。それでいいんだよ。いやだから本当人気があるのが分かるよな。品薄になるの分かるよな。値段がでも高くなるのは分からないよな。いやそうですね。もうちょっと手頃で本当にこうみんなの手元に入ってほしいけど、もうこんなのなんか何万も出して買って、確かに俺なんか知ってる時はもう本当何千円だからさ、12年でも。そうなんです。なんか僕が20歳でお酒飲み始めた頃って山崎とか山崎12年すら居酒屋さんにもちょっとあるような本当そうだな感じだったんですけど。実はですどっち？こっちの好き？はい。そうだろうな。お前甘いもん好きだからな。でもいいんだよ、それで自分の好きな方が分かれば。でもそれ嫌いじゃないければいいんだよ。嫌いじゃないです。これは美味しいけど俺はこっちの方が好きっていうのが分かればいいの。俺はこんな嫌いだよっていうのはもう絶対ダメ。好き嫌いなんて嫌いを主張するのダメ。俺はこっちは好きで、これも美味しいのは分かるけど俺はちょっとあんまりこうちょっと合わないなぐらいの感じ。自分の口に合うのは山崎。そうだろ。俺は白州。全く違うね。確かに。でもやっぱ白州が好きっていう人と山崎が好きっていう人が分かれるのはよく分かるだろう。いや、よく分かります。なんかそれと同時にその2つが同格って言ったらあれなのかもしれないですけど、同じくらい有名で同じくらい人気っていうのもよく分かりました。そうだな。日本のウイスキーのレベルの高さを感じれる日本かもしれないな。正直この山崎と白州の12年っていうのは、だから誇りに思える酒っていうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でも本当美味しかった。美味しかったです。そうだね。すっきりチョコレートみたいな。でも同じ厚みがくるんだよね。
った今日も一日仕事頑張って。山崎は大阪府で作る。うん、そうだよ、うん、京都じゃないんだよ、大阪なんだよな。なんか京都のイメージありますよね。うん、ギリギリだからな。ギリギリ大阪なんですか。で、拍手や、山梨県。山梨県、長野と県境みたいなとこな。水が綺麗なとか、水が美味しいとかってそういうのがあるんですかね。うん、そうだな。最高だよ、日本って。食べ物美味しいし、飲み物美味しいし、そうですね。人が優しいし。それは人によるんじゃないですか。いや、でもそうだけど、みんな人がいいっていう変な話な。ちょっとまずいよ、こんなの。まずくはね。はい、じゃあ今日もありがとうございました。よしよし。お疲れ様でした。おい、お疲れ様でした。ありがとうございました。おっ。